こんにちは、川島屋です。この動画では豆麹の作り方を紹介します。豆麹作りに必要な材料は大豆、豊勝がおすすめです。豆麹用種麹。種麹は川島屋にて送料無料でお求めいただけます。蒸し布、麹発酵機。保温機はヨーグルティアやクーラーボックスでも代用可能です。あると便利なものとして温度計、しゃもじ、茶こし、麹箱などがあります。雑菌の繁殖を抑えるため器具はきれいに洗ってから使用しましょう。使用する道具をすべてに普消毒しておくと安心です。豆麹作りには全部で7個のステップがあります。ステップ1、大豆を洗い水につける。ステップ2、大豆を煮る。ステップ3、大豆に種麹を振りかける。ステップ4、保温する。ステップ5、発酵し温度が高くなった大豆を混ぜる。ステップ6、麹の手入れ2回目。ステップ7、豆麹の完成。以上7個のステップで上質な豆麹が出来上がります。それでは実際に豆麹を作っていきましょう。ステップ1、大豆を洗い水につける。大豆をよく洗っておきます。その後水を捨てて大豆が完全に水に浸かるまできれいな水を加えて水につけ24時間放置します。ステップ2、大豆を煮る。大豆をつけている水ごと鍋に入れて煮ます。最初の蒸気が上がるまでは強火、その後は弱火で2から3時間程度煮ます。大豆をつまんで親指と人差し指で潰れるぐらいの柔らかさになったらお湯を捨てて大豆の表面を乾かすように鍋を動かしながら湯気を飛ばします。ステップ3、大豆に種麹を振りかける。煮上がった大豆を清潔なトレーや専用の布巾に広げます。ここではやけどに注意をしてください。うちわを使って大豆の温度を下げます。大豆の温度が36度まで下がったら準備しておいた種麹を振りかけてよく混ぜ合わせます。種麹の使用量は通常 1kg の豆に 2g ほどの種麹を使います。初めての方は種麹の量をこの2倍にすると種麹の成長が早くなり作りやすくなります。ステップ4、保温する。種付けが終わったら麹箱に移し大豆を平らにします。大豆が乾かないように平らにした大豆の表面に熱湯で消毒して固く絞った布をかぶせます。なお発酵機の中に水の入ったトレーを入れて湿度を保つ場合は布をかぶせる必要はありません。大豆麹を作る場合は米麹や麦麹に比べて雑菌に侵されやすいので大豆の温度は30度以下に保ちます。麹菌の繁殖に最適な温度は28度から30度程度。この温度を保てるように工夫をしましょう。温度が下がらないように注意してください。ステップ5、発酵し温度が高くなった大豆を混ぜる。麹の手入れ1回目。18時間から22時間後に行います。この頃になると大豆の温度が上がってきます。大豆をかき混ぜ温度を下げて大豆の厚さを均一にします。この時手早く操作を行って温度を下げないようにしてください。また大豆をかき混ぜる時手や使う道具は十分洗ってください。ステップ6、麹の手入れ2回目。1回目の麹の手入れから5から6時間が経過すると麹菌はさらに繁殖し大豆の品温が再度上昇します。保温器から麹箱を取り出し大豆の温度を28度から30度に調整してください。大豆の温度が上がりすぎるときは大豆をかき混ぜるようにして温度を下げてください。温度が上がりすぎると納豆菌などによる汚染が進み
失敗の原因となりますので注意をしてください。途中の温度を上げすぎないようにすることが豆麹を上手に作るポイントになります。ステップ7、豆麹の完成。表面に緑色の胞子がつき、大豆がバラバラになってくれば出来上がりです。麹の繁殖具合を確認しましょう。麹菌の繁殖具合はハゼ回りと呼びます。ハゼ回りに問題がなければ完成です。良い豆麹の条件には以下のようなものがあります。良い豆麹からは豆をいったような良い香りがほのかに漂います。酸味がかった香りや鼻をつくような嫌な匂いをしている場合は雑菌が入り込んで腐敗をしている可能性が高いです。また良い豆麹からは胞子がびっしり生えています。ベタベタしなくパサパサとした食感をしているのも良い豆麹の条件です。詳細な仕上がりをチェックしたい場合は豆麹を一粒包丁で切って断面を見てください。良い豆麹には大豆と胞子の間に薄い白い層ができています。この薄い白い層が麹菌です。豆麹の保存方法。出麹後は麹をできるだけ早く使用するのがおすすめです。温度が低く風通しの良いところに置いておいても麹の塊が厚いと発酵が止まらずに麹の質が悪くなってしまうことがあります。出麹後に麹を1日から2日置く場合は麹の塊を揉みほぐしできるだけ薄く広げて涼しい場所に保管しておきましょう。冷蔵庫で保存する場合は吸湿性のある紙袋に入れておきます。冷蔵庫ではおおよそ2から3週間程度の保存が可能です。長期間使用しない場合はジップロックなどに入れて冷凍庫で保管をしておきましょう。冷凍庫ではおおよそ1から3ヶ月程度の保管が可能です。ぜひご自宅で上質な豆麹作りを楽しんでみてください。なお、川島屋では豆麹作りに最適なさまざまな種麹や麹発酵機などを提供しています。また、豆麹作りの分かりやすいレシピも掲載しています。よろしければ一度川島屋のサイトをご覧ください。それでは豆麹作りをお楽しみください。川島屋でした。